世の中には名ばかりのリーダーが5万といる。地位や権力を振りかざすだけでは人は動かん。信頼されるリーダーには別の資質が必要だ。私は政治の世界でその現実を嫌というほど見てきた。人を動かすのは命令じゃない。背中で語る覚悟と心に響く言葉だ。今回は私が歩んできた道のりの中で本当に大切だと痛感したリーダーに必要な条件について話そう。それが国民を代表する政治家であれ、社長であれ、人の上に立つ者にとって必要な普遍的な真理だ。そしてこれは名ばかりのリーダーを見抜く知恵となる。下がいくら有能で志があっても、上が無能ならその国、会社、組織はいとも簡単に瓦解するんだ。第一章、義理と人情。リーダーが人の上に立つとき、最初に問われるのが義理と人情だ。義理とは筋を通すということだ。自分の都合を押し通さず、約束や流れを大切にする姿勢だ。人との関係において筋が通っているかどうかで信頼が決まる。一方で人情とは心の温度だ。相手の立場や苦しみを思いやる気持ちだ。数字や効率だけを見ているようでは誰も心を開かない。義理ばかりで人情を欠けば人は離れる。人情ばかりで義理を通さなければ軽く見られる。義理は人間関係の骨格。人情はそこに通う地だ。どちらが欠けても組織は機能せん。人は感情の生き物だ。礼を欠けば信頼は消え、筋を曲げれば信用は折れる。そのことを忘れてはいかん。義理と人情が欠けた人間はリーダーの器ではない。理で動く者は理で裏切る。その馬鹿義理の打算で人を扱う者に人の心はついてこない。恩を返さず筋を無視し、礼を知らぬ者はいくら頭がよかろうが仕事ができようが絶対に信用してはならん。人を動かすのは命令じゃない。言葉の背後にあるこいつは筋を通すやつだ。この人には情があるという確信なんだ。言葉だけでなく目つき、声の張り、背中、そういうものに義理と人情がにじみ出る。逆に偉くなっても誰も心を開かない者はそのどれもが欠けているんだ。人は義理と人情で動き、義理と人情で離れていく。忘れた頃に信頼を失っているのがそういう人間だ。義理を通す者には損がある。だが筋を通したという誇りは裏切らない。人情を尽くす者には報いが遅い。だが情けを忘れない人にはいざという時、思いもよらぬ手が差し伸べられる。私は何度も見てきた。義理を切った者は最後に誰も残らない。人情を捨てた者は立場を失った時、声をかけてくれる人すらいなくなる。調子のいい時だけ人に近づくな。都合のいい時だけ挨拶をするな。そういう薄い付き合いは信用にならん。義理は損得を超えて守るものだ。人情は相手の痛みに立ち止まることだ。リーダーにとってこの二つは人を動かすための根っこだ。枝葉を飾るよりもまず根を太くしなければならんのだ。第2章、学歴は関係ない。私は政治の世界に入ってから何千人という人間を見てきた。その中で確信していることがある。学歴で人は測れんということだ。一流大学を出たというだけで威張る者がいる。だがそういう者に限って人の話を聞かず、現場の苦労も知らず、口ばかりが達者で中身がない。一方で学歴がなくとも愚直に汗を流し、地に足をつけて人に尽くす者がいる。そういう者にこそ人はついてくるんだ。学歴というのは過去の話だ。リーダーに必要なのは今をどう生き、これから何をなすかという覚悟だ。肩書きや出身で人を見ているようでは、本当に信じるべき人間を見落とす。神の資格よりも人に向き合う誠実さを持て。見栄や虚勢では信用は積み上がらん。学歴よりも
人間の深さを見なさい。それがリーダーの器を見極める目だ。その目を曇らせるな。上に立つ者ほど見るべきは人の根っこだ。地味でも誠実な者にこそ人の命を預けられる。信用は過去じゃなくこれからの行動で決まる。人を選ぶとは未来を託すということだ。そこに学歴という飾りはいらんのだ。学歴で人を選ぶ者は失敗を繰り返す。それは人の深さや本質が紙の上には現れないからだ。私は政治の現場で多くの人間の浮き沈みを見てきた。学歴の高い者が必ずしも結果を出すとは限らない。むしろ学歴に頼りすぎる者ほど判断を誤り、人の心が見えなくなっていく。逆に学歴がなくとも地道に人と向き合い責任を果たし続ける人間は自然と信頼を集め、やがて人を動かすようになる。信用というのはどこを出たかじゃない。何を語り、どうせ追い、誰に信じられているかで決まるんだ。肩書きで動く者は肩書きが消えた途端に崩れる。だが信頼で動く者は何があっても人がついてくる。学歴というのはあくまで一つの材料に過ぎん。それを人生の看板にする者は己の中身を疑うべきだ。知識よりも人間味、技術よりも覚悟、計算よりも情熱、論理よりも信念、肩書きよりも責任、弁舌よりも行動、理屈よりも実行、要領よりも誠実さ。誠実さというのは相手の痛みを見過ごさないことだ。見て見ぬふりをするようなものに人は心を許さん。それがなければリーダーの器にはならん。リーダーに必要なのは肩書きよりも人の痛みがわかる力、そしてその痛みを背負う覚悟だ。学歴で得た知識は武器になる。だがその武器をどう使うかで人間の価値が決まる。知識はあるが使わないもの、技術はあるが責任を持たないもの、そういうものはいくら学歴があっても信用されない。逆に知識が乏しくとも人を思い責任を引き受ける者には人は安心してついていくんだ。リーダーに必要なのは見せかけの能力よりもこの人なら任せても大丈夫だと思わせる信頼感だ。それはどんな学校を出たかではなく日々の言葉、態度、姿勢、そして覚悟で作られていく。学歴で判断する者は人を点数で見る癖がある。だが人間は数字では測れない。優しさ、誠実さ、器の大きさ、そういったものは試験では測れん。人の上に立つということは誰かの人生を背負うということだ。知識で動く者は間違えた時に言い訳をする。覚悟で動く者は間違えた時に自分が前に出る。その違いが信頼を積み上げるか、それとも崩すかの分かれ目になるんだ。学歴よりもどれだけ人の痛みに気づき、その痛みを自分の痛みとして受け止められるか、そこにリーダーとしての真価が現れるんだ。第3章、約束を守れん人間は何をやってもダメだ。私はこれまでいろんな人間を見てきた。能力がある者もいた。口がうまい者もいた。だが最終的に人の上に立つのは約束を守る人間だった。約束というのは単なる言葉じゃない。それは信用の種なんだ。口にしたことを守れない人間はいくら優秀でもいずれ信頼を失う。信頼を失えば人はついてこない。小さな約束を軽く見る者に大きな責任を任せるわけにはいかない。忙しかった。忘れていた。そんな言い訳をする前に何のためにその言葉を交わしたかを思い出せ。人は約束を通して人を見る。守る人間には信用が積み上がる。破る人間には静かに人が離れていく。約束を守るというのは自分の言葉に責任を持つということだ。それができない者に人の命や未来を任せるわけにはいかん。そして何より
約束を守る姿勢には、その人の人生観がにじみ出る。逃げずに向き合う者だけがリーダーになれるんだ。言葉に重さを持たせろ。軽々しく約束するな。約束したなら、命を懸けてでも守り通せ。それができん者に、信用は一切生まれん。約束を守れん人間には、一つの特徴がある。それは、自分の言葉に覚悟がないことだ。軽く口にして、軽く破る。そしてまた、軽く謝って済ませようとする。だが人は、それを見ている。たとえ何も言わずとも、心の中で信頼は削られていく。リーダーというのは、誰よりも多くの言葉を使う。言葉で人を動かし、言葉で肩張りを示す。だからこそ、その言葉に命を吹き込まなければならんのだ。やります。任せてください。その一言に、どれだけの責任があるか。それを理解せずに使う者に、誰もついてこない。信頼は、一つ一つの約束の積み重ねだ。だから小さな約束こそ、大事にせにゃならん。そして、約束を破った時の対応もまた重要だ。逃げるな。言い訳をするな。潔く非を認め、次で取り返す姿勢を見せろ。それができる人間は、信頼を取り戻せる。だが、言葉だけで取り繕おうとする者に、人は二度と心を許さない。リーダーにとって、信用は命より重いんだ。それを軽く扱う者には、組織の未来は託せない。一度ついた傷は、消えたように見えても、必ず人の記憶に残る。そのことを、決して忘れるな。約束を守るというのは、たった一つの行動かもしれない。だが、それが人の人生を左右することもある。例えば災害の現場でも、支援の約束が守られなければ、困っている人は、絶望の淵に立たされる。ビジネスの現場でも、納期や条件を守らなければ、取引は破綻し、信頼は一瞬で消える。一つの約束を守るという行為には、私はあなたを裏切らない、という無言の宣言が込められているんだ。その覚悟があるかどうかが、人として、そしてリーダーとしての価値を決める。そして約束とは、守るだけではなく、必要な時には、断る勇気も含まれている。できないことをできると言って逃げるな。無理なことなら、最初に誠意を持って断れ。その正直さが、かえって信用を生むこともあるんだ。約束を甘く見る者は、人の重みを知らんものだ。言葉一つで人を救うこともあれば、同じ一言で人を壊すこともあるんだ。だから私は、口にする前に何度も飲み込む。それでも出すと決めた言葉には、命を預ける覚悟で臨んできた。リーダーとは、言葉に命を乗せるものだ。その一言が、人の人生を動かすということを忘れるな。第4章、方向を示せ。組織を率いる者の最大の責任は、方向を示すことだ。人は、どこへ向かうのかがわからなければ不安になる。どれだけ能力があっても、進むべき先が曖昧なら、その力は空回りする。目的地が見えない航海に、誰も安心して乗れはしないんだ。リーダーとは、道を決めるものだ。風向きに流されるのではなく、たとえ逆風でも、目指す先を示してやらねばならん。方向が決まれば、人は動ける。道がまみえれば、不安が減る。不安が減れば、判断に迷いがなくなる。それが、組織にとってどれだけ大きな力になるか。私は何度も現場で見てきた。指示を出すことと、方向を示すことは違う。リーダーの言葉には、行き先がなくてはならないんだ。そしてその方向は、流行や数字で決めるものではない。人として、どうありたいかという根っこが必要なんだ。旗を立てろ。迷っている者のために、風の中でも見える旗を高く掲げてやるんだ。その旗が皆の行き先になる。それがリーダーの役割というものだ。決められないものに導く資格はないんだ。そして一度決めたら
背中で示す覚悟を持て。方向を示せないリーダーには人はついてこない。あれもこれもと迷い続け、何も決められない姿は、人の不安をかきたて、組織の力を奪うだけだ。リーダーというのは、決断の矢面に立つものだ。その一言が、組織の進路を決める。だからこそ、言葉には筋が通っていなければならない。曖昧な言葉、逃げ口上、様子見の態度、そういったものが続けば、部下は動かなくなる。方向を示すとは、希望を語ることでもある。たとえ道が険しくても、その先に何があるのかを、はっきり見せてやることだ。こうすれば必ずうまくいく、なんてことは誰にも言えん。だが、こうすれば前へ進める、という道筋くらいは、リーダーが示してやらなきゃならん。人は、覚悟ある者の言葉には従う。口先だけの者のもとには、誰も残らない。言葉に熱を込めろ。自分が信じていない言葉では、人は動かん。そして決めたなら、動け。決めたことを自分が一歩目を踏み出すんだ。背中を見せる者に、初めて人はついてくるんだ。方向とは、言葉で示し、行動で確かめさせるものだ。そして行動は、最初の一歩が全てを決める。その一歩こそが、未来への扉を開く鍵となるんだ。リーダーが方向を示すというのは、未来の地図を描いてみせることだ。だが、その地図が現実離れしていれば、人は夢を持てず、不安だけが膨らむ。現実を見つめ、そこに断り層を重ねる。そうやって描いた道筋にこそ、人は希望を見出すんだ。私はいつも、現場を歩いた。机上の空論ではなく、現実に足をつけて、そこから一歩先の道を示すよう心がけてきた。方向とは、命令ではない。共に進もうという呼びかけであり、その先にある光を示すものだ。人は、ただ上から言われるだけでは動かん。だが、自分の中で、この道なら進める、と思えたとき、心から力を発揮するようになる。だからこそ、リーダーは語らねばならん。情熱を、覚悟を、信念を、言葉にして伝えねばならん。そしてその方向が、誰かの人生を照らす光になるんだ。リーダーの語る未来には、根拠がいる。ただの希望ではなく、地に足のついた構想が必要なんだ。夢は語れ。だが現実から目をそらすな。そのバランスこそが、信頼を生むんだ。方向とは、理屈だけでなく温度がいる。心が震える未来を語れるかが問われるんだ。それがなければ、人は決して動かん。第5章。迷ったら人の側につけ、利益よりも人命、人格、生活、政治でも企業でも、判断に迷う場面は必ずある。数字を取るか、人を取るか、効率を優先するか、思いやりを優先するか。その時、私はいつも迷わず、人の側につけ、と言ってきた。利益や数字は、やり直しがきく。だが一度失った信頼や心は、そう簡単には戻らん。目先の損得にとらわれて、人の感情や尊厳を踏みにじった判断は、後で必ず、大きなツケとなって帰ってくるんだ。私は、政治の世界で、数字は操作できるが、心は操作できない、と学んだ。だからこそ、最後に頼るべきは、人の心にかなうかどうかなんだ。リーダーというのは、難しい場面でこそ試される。その時何を選ぶかで、人間としての器が見られているんだ。そしてその器は、どれだけ人を思って動けるかで決まる。利益ではなく、人を守る判断をしたとき、初めて本物の信頼が生まれるんだ。損をしても、人に恥じぬ道をせんべ。それが、長い目で見れば最も強い道なんだ。数字では測れない誠意が、最後に人を動かす力になる。それを信じて進むことが、本当の強さなんだ。リーダーが利益か人かで迷うとき、本質が問われる。人は損得ではなく、誠意に心を動かされる。
だからこそ、あなたが誰を守るかで、組織全体の空気も決まってくるんだ。利益のために人を犠牲にする姿を見たら、部下は自分もいつか切られると感じる。そんな空気では信頼も情熱も育たない。だが逆に損をしてでも人を大事にする姿勢を見せれば、人は自然と動き出す。その場で拍手はされなくとも、心の中でこの人に尽くそうと思うようになる。私はそういう部下を何人も見てきた。口には出さずとも行動で示してくれる人間だ。人の心を守る判断は表に見えにくい。だが必ず後から大きな成果として返ってくる。人を大事にする判断を積み重ねた組織だけが本当に強くなるんだ。その強さは困難に直面した時に現れる。信頼で結ばれた組織はどんな嵐にも耐えられる。そしてその信頼の土台は、この人は私たちを裏切らないという確信だ。それを与えられるのがリーダーの器というものだ。器の深さが組織の命運を左右する。人を守る覚悟が組織の未来を守ることになるんだ。判断に迷ったとき、一番確かな答えは人の顔を見ることだ。その判断で誰が喜ぶか、誰が苦しむか、それを考えるだけで進むべき道が見えてくる。私は常に人の暮らしや命を真ん中に据えてきた。政策を考えるときも、予算を組むときも、机の上の数字より現場の声を優先した。その積み重ねが信頼を生み、信頼が物事を動かす原動力になるんだ。正しいことと人として正しいことは違う。法や制度の上では正しくとも、人の心が納得しなければそれは間違いになることもある。だから私は人の感情を軽く見なかった。涙を流す人の声に真剣に耳を傾けた。情に流されるのではない。だが情を持たぬ判断には魂がないんだ。リーダーに必要なのは論理とともに情熱だ。人に寄り添う覚悟が真の決断力を生むんだ。それができる者だけが人を導ける。そしてその導きは時に一人の人生をも変える力を持つ。それほどまでに判断というのは重い責任を背負っている。迷った時ほど人に照らしてもらった原点に立ち返れ。そこにこそ答えがある。そしてその答えこそが人を動かす決断になる。第6章、本物のリーダー。リーダーとは何か。私はその問いに長年向き合ってきた。私が信じてきたのは人間というものだ。義理と人情を重んじ、見た目や肩書きよりもその人の中身を大切にする。そんな当たり前の感覚が時に一番大事になる。学歴がどうだとか、そんなものは二の次だ。現場でどれだけ汗をかいているか、人のためにどれだけ本気で動けるか、そこに人間の価値があると私は思っている。約束を守れない人間が何をやってもうまくいくはずがない。信頼は一朝一夕では築けん。だが壊れるときは一瞬だ。だからこそ何よりも誠実さが求められる。リーダーは道を示すものだ。ただ指示するだけでは足りない。自ら一歩を踏み出し、先頭を歩く覚悟が必要なんだ。迷った時には、私は必ず人の側についた。数字ではなく、人命や人格、暮らしを守る判断を選んだ。それは損をすることもあった。だが、そうした判断こそが、結果として人の心を動かし、信頼を得る一番の近道だった。人を大切にする決断には時間がかかる。だが、時間をかけて築いた信頼は簡単には揺るがない。それが組織や社会の土台になると私は信じている。リーダーとは単に上に立つものではない。人の痛みに気づき、共に悩み、責任を背負う存在だ。それができるかどうかで、その器が問われるのだ。口先ではなく、
背中で語ることが求められる。人を導くとは、言葉ではなく行動で示すことだ。どんな困難に直面しても、人のために本気で立ち向かえるか。その覚悟こそが、リーダーにとって一番大切な資質だと私は思う。私は、その覚悟を持ち続けて生きてきた。そしてこれからの時代を背負うあなたにも、その覚悟を胸に刻んでほしいと思う。リーダーに求められるのは、勇気、信念、そして人間味だ。それがあれば、人は必ずついてくる。本気で人を思い、人の未来を考え抜けるか。そこにこそ、真のリーダーの資質があると私は断言する。いかがでしたか？もし今日のお話が、皆様の人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、コメント欄に、100を、また改善点やご意見がありましたら、0をお書きください。いいね、ボタンとチャンネル登録していただけると、とても励みになるので、ぜひよろしくお願いします。今後も様々な偉人の言葉を配信していきますので、通知をオンにして、次回の配信をお見逃しなきようお願いいたします。偉人の言葉を応援、ご支援してくださる方は、メンバーシップへのご加入をご検討してくださると幸いです。限定動画も配信しているのでぜひご覧ください。本日はご視聴いただき、誠にありがとうございました。